あの18歳の夏、私はライアンに初めてを捧げた。痛みに耐えながらも、心の奥では一晩中密かに喜び、6年間の片思いがついに実ったのだと思っていた。翌日、彼の友人たちにからかわれているのを耳にするまで。やるな、クラスのマドンナをゲットしたじゃんか。私は恥ずかしくなり、そっと立ち去ろうとした。すると、ライアンの気だるげな返事が聞こえた。学内一のアイドルにアタックしたいけど、経験がなさすぎると思われそうで。だからさ、ミアを使ってまずは腕を磨こうと思って。私は何も言わなかった。締め切り間際になって、黙々と出願先の大学をニューヨークからフロリダに変えた。ライアンの言葉は、まさに晴天の霹靂だった。頭の中が真っ白になった。こんなに暑い夏の午後だというのに、全身がゾッとするほど冷たくなった。教室の中の会話は続いていた。他の奴らも少し驚いたようだったが、また話し出した。さすがライアン、学内一のアイドルですら練習台かよ。それじゃ、まるで旧家の世継ぎのためのみたいだな。ライアンは苦もなく笑った。そんなこと言うなよ。彼女も損してないだろ？誰かがすぐに同意した。確かに、クラスのマドンナは最近少し細くなったよな。学内一のアイドルに比べたら、あのスタイルは。ライアンはイラッとしたように本を投げつけて、その発言を遮った。ただの一時の衝動さ。あの雰囲気だったし、彼女も我慢しきれそうになかったし。他の奴らは互いに顔を見合わせ、からかい半分に言った。クラスのマドンナがそんな色気たっぷりのタイプだなんてな。へえ、さすがは我らのライアンの破壊力。目の前の肉は食っちまうのが一番だな。クラスのマドンナ、長年ライアンを追いかけてたけど、ついに願いが叶ったな。前々から襲いかかりたかったんだろ。教室の笑い声は明らかに大きくなった。私は唇を強く噛み、手をぎゅっと握りしめた。すべての力を振り絞って、教室の入り口で崩れ落ちないように耐えた。廊下の端から足音が近づいてきた。私は我に返り、慌ててその場を離れた。混乱の中でトイレの個室に隠れた。悔しさと屈辱の涙はもうとっくにこぼれていた。ライアンの言葉が頭の中で何度も繰り返され、私の自尊心のほとんどすべてを粉々に仕掛けていた。もし自分の耳で聞いていなかったら、ほんの昨夜まであんなに熱く、あんなに親密だった彼と同一人物だとは、決して信じられなかっただろう。だから、愛がなくても、そんなに親密になれるんだ。情熱的で理性を失いそうな瞬間でさえ、嘘をつき、欺けるんだ。愚かにも私は二人の関係の結実だと思っていたけれど、それは他人にとっては単なるネタでしかなかった。泣けば泣くほど胸が苦しくなった。でも大きな声を出す勇気もなく、身体は震えが止まらなかった。しばらくして、携帯が震え、メッセージの通知音が鳴った。送り主はライアン。鎌で自分でタクシー使って帰って。今夜クラスの飲み会があるから遅れない。私は返信しなかった。彼は続けて送ってきた。アフターピル、自分で買っといてね。今日防子院だ。必ず飲むんだよ、いい子にして。私はしばらくこの二つのメッセージをただ見つめていた。何も言えなかった。昨夜、夕方から夜明けまで、ライアンは私を何度も何度も疲れ果てるまで愛した。最後に、互いの腕の中で疲れ果てて眠りにつく前、彼は二度囁いた。初めてなのに、ちゃんと準備できてなかった。明日、必ず薬を買うから。彼は、女の子は自分の体を守らないといけない。アフターピルは絶対に飲まないと。体にすごく悪いから、とまで言ってくれた。その時、彼があんなに私に責任を持ってくれていると思って、
ついに自分の幸せを見つけたのだと思った。でも今、私は一瞬にしてかなり冷静になった。手のひらを強くつねり、無理やり泣き止ませた。涙を拭い、気持ちを落ち着け、トイレを出た。薬局に行くのが恥ずかしかったので、ネットで薬を注文しただけだった。配達員がドアの前に置いて行ってから、長いままって、やっとの思いでこっそり取りに行った。薬を涙ながらに飲み込むと、まるで全ての力が抜けていったかのように、ただぼーっとカーペットに座った。ライアンの家が隣に引っ越してきて以来、10年間、私は子犬のように彼の後をついて回ってきた。彼のいない世界を想像したこともなかった。想像することさえ恐れていた。でも、これからは私一人でやっていくんだ。大きな窓の外では、明かりが次々と灯り、やがてまた消えていった。どれくらい時間が経ったかわからないうちに、親友のリリーからビデオ通話がかかってきた。ミア、今夜のクラスの飲み会、どうしてライアンと一緒に来なかったの？代わりに文系クラスのクレアが来てる。あの子、ミアがいないのにつけ込んでライアンにまとわりついてるよ。二人、すごくいやらしい感じ。リリーはカメラを向けて私に見せた。確かに、パーティールームの暗い片隅に、ライアンと学内一のアイドル、クレアが寄り添って座っていた。今夜のクレアはクロップトップにタイトなジーンズ。細いウエストと長い足をアピールしていた。二人は明らかにみんなから離れていた。話していても、まるで甘いささやきを交わしているようだった。画面越しでも、いやらしい雰囲気が伝わってきた。胸が締め付けられるように痛んだ。ライアンは今日の午後、彼女にアタックしたいと言ったばかりだ。夜にはすでに成功したようだ。クレアが引いた真実か挑戦かのカードは、男性参加者の上に乗って腕立て伏せをするという内容で、彼女は男性参加者を選ばなければならなかった。当然のように、ライアンがすぐに名乗り出た。みんなは歓声を上げ、二人をからかい始めた。クレアは顔をあからめながら、おとなしくソファに横になった。ライアンは彼女の上に位置し、簡単に数十回の腕立て伏せをこなした。彼は最初から最後までとても自制心があり、注意深くクレアの体に触れないようにしていた。最後の一回、ついに力尽きたのか、それともわざとか。彼は耐えきれず、そのままクレアの上に覆いかぶさってしまった。周りの歓声はさらに大きくなり、屋根を吹き飛ばさんばかりだった。ライアンとクレアの顔はますます赤くなった。人々の競争の中、ライアンはそのままうつむいてクレアにキスした。二人は周りを気にすることなく、熱烈に口づけを交わした。惜しむように別れるまで、まるまる3分間も続いた。その果てしない3分間、私は画面を見つめ、あまりのことに息を忘れそうになった。心がズタズタに引き裂かれるようだった。泣きたかったけれど、さっき水も飲まずに泣きすぎて、涙はもう出なかった。ほらほら、ミア、はっきり見た？あれ、舌使ってたよ。彼、完全に夢中だよ。リリーはため息をつきながら、カメラを向けてパーティールームを出た。彼女は静かな一角を見つけ、真剣に私に忠告した。ミア、私を責めないで。自分の目で見せないとあなた諦められないんだから。私の喉は渇いていて、出る声はかすれていた。責めないよ。長年、自分があまりにも愚かだったことを責めるだけだ。ずっとライアンの後についていくのを許されていたから、彼のそばのその席はいつも私のものだと思っていた。ただ、ライアンには我慢できない。彼に何の権利があって、あなたが好きなのを分かっていながら、あんなに長い間あなたを釣り、無邪気な少年のふりをして、あなたがどんどん深みにはまるのを見ていたんだ。今、はっきり見たでしょ？本当によく考え直してほしい。
これ以上大学であと4年も彼に時間を無駄にさせないで。しないわ、リリー。私は彼女の言葉を遮り、静かに言った。自分にもう一度チャンスはあげない。リリー、決めたの。あなたと同じフロリダの大学に行く。でも、今のところは秘密にしてくれるって約束してね。その言葉を言って、自分がまたためらわないように、彼女の前でノートパソコンを開いた。少しのためらいもなく、締め切りギリギリの最後の瞬間、第一志望をあのフロリダの名門校に変えた。リリーはもちろん大喜びだった。彼女は長い間、同じ大学を目指すように私に頼んでいた。でも中学1年の時、私はすでにライアンと約束していた。お互い頑張って、高校卒業後は一緒に彼の夢の学校、ニューヨークの大学に行こうって。彼の一番好きな航空宇宙工学があるのはあそこだった。だから寒い北国が特に好きではなかったし、あの工学系の学校にもあまり興味がなかったけれど、高校3年間、それでもずっと目標にしてきた。隣人として長年、両方の両親も私たちが同じ大学に行くのを喜んでいた。誰もが、私も含めて、ライアンと私は大人になったら自然にカップルになるのだろうと思っていた。でも今、私はもうニューヨークに行く理由を見つけられなかった。それとも、今日から、もし私がまだ以前のようにライアンにしがみついているなら、私は自分を軽蔑するだろう。今、私はただ遠くに隠れたい。どこでもいい、ライアンがいなければ。もし彼が北にいるなら、私は南へ行こう。寝る前にバスタブいっぱいにお湯を張り、自分の体を徹底的に洗い流そうと思った。でも服を脱ぐと、皮膚のあちこちに跡がくっきり残っていた。昨夜の記憶が抑えきれずに押し寄せてきた。ぎゅっと抱きしめ合った少年の肌の熱さ、情熱を交わした時の耳元の燃えるような吐息、まだどこかに残っているようなぬくもり。私は激しく首を振り、この止めどない思いを振り払おうとした。一番粗いヘチマを見つけ、体が真っ赤になるまで何度も何度も肌をこすった。自分の人生で一番恥ずかしいこの記憶を無理やり消そうとした。その結果、痛くて一晩中よく眠れなかった。ライアンは案の定、その後何の連絡もしてこなかった。携帯を持って以来、6年間一度も欠かさず続けてきた。夜のお休みの挨拶を断ち切った。これは一番いいことだった。いつかはそうなるんだから。むしろ今夜から解毒を始めよう。私はうとうとと夜明け近くまで浅い眠りについていた。翌朝、ぐっすり眠っていると、突然、夢の中で誰かに額に軽くキスされたような気がした。目を覚ますと、目の前に見えたのは、よく知った顎のラインと喉仏だった。上から包み込む香りは、ライアンの好きな杉の香りと、ほのかな、どこかで嗅いだことのないレモンの香り。忘れていた、ライアンはまだ私の玄関のパスコードを知っている。私が目を覚ましたのを見て、ライアンはそのまま身をかがめ、くすくす笑いながら私の唇にキスしようとした。私は慌てて顔をそらして避けた。彼を押しのけ、ベッドの反対側に逃げた。ライアンは一瞬驚いたが、すぐに私に向かって笑った。今さら恥ずかしがってどうしたの？ん？私は何も言わず、布団を頭までかぶった。ライアンは私を叱りながら布団を剥がそうとした。ミア、生意気になったな。昨夜はお休みも言わず、携帯の電源も切って寝るなんて。今、私から逃げるの？彼は器用に私の布団の中に潜り込んできた。私が反応する前に、彼は私を腕の中に引き寄せていた。おとなしくして。朝食を抜くなって何度言ったと思ってる。君の好きなカニ味噌まんを買うために、わざわざ30分走ってきたんだよ。ずっと並んでた。今起きて食べる？
それとも、まず食べられちゃう？彼の吐息が近く、手が動き始めた。すっかり目が覚め、私は必死に抵抗した。でも、身長158センチの私が188センチの男にかなうはずがない。彼は一体何を考えているのか、本当に理解できなかった。すでにクレアがいるのになぜまだ私をからかうのか？懸命に抵抗しても少しも自由にならず、かえって強く抱きしめられ、息が上がってしまった。今何に怒ってるの？腹が立つんだ？昨夜の飲み会に連れて行ってくれなかったから？そんな小さなことで？私は黙っていた。彼は私の首筋に顔をうずめてクスクスと笑った。当ててみようか、君のいい友達のリリーが告げ口したんだろ？ただのゲームだよ、そんなことで嫉妬する価値ある？いつもみたいに僕が他の子にちょっと近づくたびに不機嫌になるんだから。私は怒りで何も言えず、どこから話せばいいのかわからなかった。新入生オリエンテーションで習ったことを思い出し、急に膝を上げ、彼の股間を蹴り、痛がっている隙に素早くベッドから飛び降りた。ミア。ライアンは歯を食いしばり、顔を真っ赤にした。私は慌ててパジャマの上にシャツを羽織り、リビングに駆け出した。彼と同じ部屋にいたくない。ましてや私の寝室に。間もなく、ライアンも出てきて、怒りと当惑の表情を浮かべていた。しばらくして、彼は何か思い出したように、ふと尋ねた。そういえば、昨日、薬は飲んだんだろうな。めんどくさいことにならないように。親に説明つかないから。ライアンはダイニングテーブルに歩み寄り、豆乳を一つ手に取り、私に差し出した。おとなしくして怒る前に何か食べなよ。元踊りじいが弱いんだから。私は黙ったままそれを受け取らなかった。ライアンの豆乳を持った手は長い間中に浮いたままだったが、ついに彼は我慢できなくなった。一体どうしたって言うんだ？ミア、たとえ癇癪を起こすにしても理由と限度があるだろう？私は冷たく答えた。私なんか値しないもん。ライアンも怒り、豆乳を力任せにコーヒーテーブルに叩きつけた。力が強すぎた。プラスチックカップが割れ、豆乳が一瞬でカーペットにこぼれた。どういう意味だ？お前、自分を何だと思ってるんだ、ミア？ただ合意の上で一度寝ただけでもう俺を管理しようってのか？それがどれだけ息苦しいかわかってるのか？彼の口調はかつてないほど激しかった。一瞬、涙が堰を切ったようにこぼれ落ちた。昨日の屈辱と悔しさが一気に押し寄せてきた。ライアンは私の突然の激しい泣き声に準備ができておらず、どうしていいかわからない様子だった。彼は後悔しながら謝った。ごめん、昨夜飲みすぎちゃって。さっきはつい感情的になっちゃった。ライアンはそう言いながらしゃがみ込み、涙を拭おうとしたが、また私にかわされた。彼は呆然とし、手は宙に浮いたままだった。彼が慰めの言葉を続けようとしたとき、突然彼の携帯が鳴った。彼はちらりとそれを見て、表情が一変した。すぐに立ち上がって出て行こうとした。急用が入った。まずは自分で落ち着いて。もう大学生なんだから、いつも子供みたいに振る舞ってちゃダメだ。この先、誰がそれに我慢できると思う？彼が去ってから30分もしないうちに、リリーからスクリーンショットが送られてきた。クレアの SNS 投稿だ。クレア、お腹すいたって言ったら、魔法のように愛情たっぷりの朝食が。片思いの彼とお互いに歩み寄ってる感じ。写真には、私のダイニングテーブルにあるのと同じ包装のカニ味噌まんが写っていた。私は返信しなかった。ただ、黙って涙を拭い、しゃがみ込んでライアンがこぼした豆乳を丁寧に拭った。長い間頑張ったけれど、
悲しいことに、そのシミはウールのカーペットの奥深くまで染み込んでいて、どうしても取れなかった。腹が立って、ついにはカーペット丸ごと捨ててしまった。元踊り時、ネパール旅行の時、ライアンと彼の両親が丸1日かけて選び、私のためにわざわざ持ち帰ってきたものだった。ついでに、私の家に置いてあるライアンのものすべて、それに彼が今までくれた大小の贈り物を全部かき集めた。二人で撮った写真も全部集めた。1日かけて全部まとめて捨ててしまった。彼ももうこんな古いものは必要ないだろう。あの日ライアンが去ってからその後何日も彼からの連絡はなかった。学内一のアイドルとはうまくいっているのだろう。あるいは私が先に折れるのを待っているのかもしれない。以前はどんなに冷戦しても必ず私が先に折れて仲直りしていた。でも今回は私は彼に手を差し伸べなかった。もう手を差し伸べる必要はなかったから。私は彼のスナップチャットと電話番号をブロックし、家のドアのパスコードを変え、SNS のアカウントを全部削除した。すべてを済ませてから出張中の両親に電話をかけた。夏休みはアメリカにいる叔母の家に行きたいと伝えた。計画では夏の間はあっちで過ごし、休みが明けたらリリーと一緒に南へ降り、そのまま大学に通うつもりだった。リリー以外、誰も私がフロリダの大学に出願したことは知らなかった。この計画なら、ライアンに会う可能性は完全に避けられるはずだった。母は電話で窓から飼っていた。まあ、ライアンと一緒に旅行に行くの？私は適当に理由をつけて否定し、あまり多くを説明したくなかった。ただ、叔母と祖母に会いたいと伝えた。一番早い便のチケットを買ってほしいと父に頼んだ。その夜すぐに出発する予定だった。出かけるとき、マンションの入り口で、不幸にもライアンの母に会ってしまった。彼女は温かく挨拶してくれた。ミア、どうして一人でいるの？ライアンが迎えに来なかったの？彼、ニュージーランドにスキーに連れて行くって言ってたじゃない。楽しんできてね、おばさんも二人を応援してるからね。私は少し混乱した。受験勉強で忙しいとき、確かにライアンに南半球の冬を体験しにニュージーランドにスキーに行きたいと話したことがあった。でも今の状況でどうして一緒に旅行に行けるだろうか？でも時間がなかったので適当に曖昧に返事をして立ち去った。でも思いがけなかったのは空港で本当にライアンに会ってしまったことだ。彼は友達のグループと一緒だった。クレアもいた。ライアンは片手に女物のハンドバッグを持ち、もう片方の腕でクレアの腰を抱えていた。彼らはグループの後ろを歩いていた。時折クレアが振り向いて彼に何か言うと、ライアンはいつも合わせるように、辛抱強くかがんで耳を傾けていた。私といる時とは違う。ライアンは子供の時からずっと私より頭一つ分背が高く、ますます高くなっていた。私が彼と一緒にいる時はいつも飛び跳ねて、顔を上げて彼に話しかけなければならなかった。本当に大切な人のためなら、彼も頭を下げるのだ。私は深く息を吸った。自分に言い聞かせた。少しはプライドを持たなきゃ。彼が何をしようと、もう私とは関係ない。考えすぎたら自分で自分を叩くだけだ。でも、出国ゲートへの道はたった一つのようだった。私は彼らのずっと後ろをついていくしかなかった。ついに分かれ道に差し掛かった。ライアンは少しぼんやりしているようだった。何度か電話をかけたがつながらず、その後しばらく携帯をいじっていた。結局、友達の携帯を借りて、不機嫌そうな顔で近くのトイレに向かった。しばらくして、私の携帯が突然鳴った。知らない番号だった。ミア、今度こそ本当に怒ってるんだな。
俺から連絡しなきゃ絶対に連絡してこないってか？ブロックまでするなんて？そんなに強がるなら連絡しなきゃいい。慣れない土地のニューヨークで誰が面倒見てやるのか見てやるよ。ライアンは厳しい口調でしきりに私を叱りつけた。私は何も言わなかった。本当に返事のしようがなかった。でもライアンはますます怒っているようだった。これ以上は言わない。さっさとスナップチャットで追加し直せ。これから友達と数日間海外に行くから電話がつながらないかもしれない。勝手に心配して泣くなよ。